どうも、花です。今日はね、築20年ぐらいの、台所詰まりっていうことでやっていきたいと思います。まあ、20年で切りよく詰まってくれたみたいな感じだったら、そこまでひどくないかなっていう感じで、まあ、どうなんだろうっていう感じでやっていきます。で、相変わらず、Twitter とか、てか Twitter ですね。Twitter メインで花がつぶやいてますので、もしよろしければフォローお願いします。じゃあ、現場の花さんにバトンタッチで、ナレーションも入れるかな？ナレーションの花さん、よろしくお願いします。はい、どうも、自宅の花です。やっていきます。では、現場の花さんと自宅の花さんが、コラボレーションということでやっていきます。まあ、いつも通りね、通水確認からやっていきます。まあね、いつも通り、ゆっくり上がってきてって感じかなってところですよね。タップタップで、この後見るのがどのぐらいのペースで水が流れるか。比較的ね、まあ詰まってる割には流れてくれてるかなっていう、この微妙な感じではありますね。でね、コポコポ音はなかったですね。今回ね、一番気になったのがこのシンク下のトラップの状況なんだよね。この後ちょっと詳しく見せるんですけども、このね、施工前にやっぱよーく見とくっていうのが重要で、漏れた形跡があるんだよね。これはね、初めて見た。このなんだろうね、カルキというか塩素が固まったようなやつなのかな。まあ持った真下ぐらいだから、多分排水が持った後なんでしょう。そして上のところをちょっと覗き込んでみると、なんか油跡みたいのがあるから漏れた後なのかなって思ってるんですよね。でその下はまあ通常通り蛇腹ホースになってて、ちょっと蛇腹下見たいなと思って化粧板をね移動させようと思っているんだけど、止水栓にねこうガンと当たっちゃってて、どうやって外そうかなと模索してる感じですよね。なんか現場の花さんもなんかこう怪げな顔をしてますよね。どうしよっかなみたいな。って言ってもね、まあ、とりあえずここを締め込んで、上も締め込んで、そこも締め込んで、蛇腹を外そうと外してみてる最中ですね。でね、この蛇腹ホースのつなぎ目を外そうと思ったら、すごくない？爪楊枝がぴょって出てきて、なんか横になんか合成したんじゃないかぐらい綺麗に。あ、そうちなみに蛇腹ホースはめちゃめちゃ綺麗でした。ほんと綺麗。トラップもねめっちゃ綺麗だよね。清掃する必要ないぐらい綺麗で、台所排水管の状態を見てみると、立ち上がりの配管だからね、そこまで汚れてはないんだけど、やっぱ配管の中が怪しいかなーってところですよね。外マスはここで、中見てみるとデロデロがいたので、まあこの時はデロデロ系詰まりかなと思ってます。でね、本当に下手のマスがどこにつながってるか全然分かんなかったので、内視鏡で下手のマスを見つけました。すいません、ちょっと1点気になるところがありまして、作業前にご説明よろしいですか？気になる点がちょっと外でして、外の排水マスの経路ってお分かりになりますか？全然知らなくてつまらないです。台所の排水がおそらくここに流れてるんですよ。で、経路的にはこう行ってあっち側に行ってるんですよね。基本的にここの宅地の最終の排水マス、終わりの最終マスって道路に近いところに設けてることが大半なんですよ。で、一番最初カメラで見たら、ちょっと刺してもいいですか？こんなかもしかしてで、この辺はザクザク入っていくんですけど、ここがこの音が排水マスがある音なんですよね。おそらく、はい。どうしたらいいですか？これ掘ったらできれば掘りたいところではあるんですけども、ちょっとください。この辺枯れてるしだから経路的にはこのままさっきの排水マスにまっすぐに行って、でここで下に落ちて道路に行ってるみたいな経路なので、まあ、最悪場所分かってれば
大丈夫っちゃ大丈夫なんですよね。せっかくこれだけ綺麗な、まあ花は枯れちゃっておりますけど枯れてるんで大丈夫。掘っちゃいますか。はい、全然大丈夫です。はい手間ですよね、でもこれ掘るって。まあそこまでざっくりこっちからこっち側の土をどっかに移設できちゃえば。はい、うちは掘るのは全然構わないです。本当ですか。植え替えなきゃいけないんで、どっちみちね。しましょうか。土をどうすりますか。結構多分出てきちゃうと思うんですよね。まあまあなんか深そうなこのぐらいなので。植えとくとかでは無理な感じですか。雨降ったら多分ダーッと流れちゃうとは思うんですけど、まあでも一時何日か降らないからその間に、なんてでもいいですか。はい、この花とかにも土かぶっちゃうんですけど、大丈夫この子たちももう今年で枯れちゃうやつだから、これも大丈夫ですか。そう大丈夫です。わかりました。じゃあちょっとどかしてからお部屋打ちから作業やっていきますね。で台所排水今つながってないのでお水だけ流さないようにだけわかりました。他は全然使っていただいて大丈夫なので、はい。じゃあちょっとこれやっちゃいますね。てなわけでここからちょっと土いじりスタートって感じですね。意外とねこう排水管清掃員の仕事でもなんかこういった花壇とか植栽とかの中にマスが埋まってたりとか隠れてたりっていうのがあるので、まあ比較的慣れてる作業ではあるんですよね。あとね個人的にこう花の出身地が結構田舎で、親父がねなんか野菜育てたりとかおかんが花育てたりとか、まあ親父も花育てたりとかするんだけど、まあそれに付き合わされて、当時はねほんと小学生の時とか何が面白いのか分かんなかったんだけどだけどね大人になって分かったのは、なんかやっぱ小学生の時経験したそういうことってなんか大人になるとふと好きになったなぁと思いますよ。今ではね普通に自宅に観葉植物をちらほら育ててて、そのね成長を見るのが結構楽しみなんですよね。特にね今の自宅にいる観葉植物は夏めっちゃ育つから、夏になるとねそれだけがね楽しみで生きてる感は若干あるかなとか。特にね一番の木にはコーヒーの木っていう観葉植物なんだけど、あれはねほんとかわいいね。どうしても自宅を2日開けないといけない時があって、自動で水あげるキットを買って設置しといたんだけど、それがねうまく起動しなくて葉っぱがねシュワシュワーってなっちゃってて、3日目に大人になって初めて謝罪しながらお水あげました。すいません、隠れます開きましたね。余談が長引きましたね。すいません。経路がね分かったんで、これでやっと心置きなく作業を開始していきます。で今回使うのは蛇腹ホースにサンリーゴムをつけた自作のちょっとキットを配管に差し込んでやっていきたいと思います。これ後でちょっと動画でお見せするんですけど、これねあるとね結構作業が楽なんですよね。であと用意するのがバケツ、空のバケツですね。でその上に蛇腹ホースを持ってきて、 YouTuber がよくやるやつですね。手元が慣れてないですねまあそんな冗談はさておいて、でさっきの蛇腹ホースに一部のワイヤーを入れていって高圧洗浄スタートですね。でこれの何がいいって、まあがっつり詰まりじゃないのが分かってるので、特にデロデロ系だとワイヤー一部でも2回ぐらい入れてあげればまあ綺麗に落としきれるんで、サクッと掃除したい時に楽なんですよね。で外のデロデロを見てみるとね、なくなってるんですよ。100でも一部でこんだけ綺麗になってるから、台所とかでよくある40とか50の配管ぐらいであれば、まあ2回入れてあげれば綺麗になるでしょうっていう感じですね。でワイヤーを回収したいときは、まあ先にこうガーッと水を入れといてあげて、ある程度高圧の水でワイヤーについた汚れと管内に残っている汚れを飛ばすような、押し流すようなイメージですよね。ワイヤーを回収するときはウエスで押さえて片手でこう交互巻きをしてあげれば、周りにね余計な汚れを飛散させることもなく作業が完結するっていう感じなんですよね。ここから2回目のワイヤーを入れていく感じです。もうこの時意識してるのは
もう一発で仕上げるぞーって思ってはいるんだけど、なぜだかちょっと水が逆流してきたり、そこの音を聞いてほしいんですけど、ワイヤー入れてる音がね全然聞こえないし、水入れてあげるとこんな感じでちょっとボタボタボタってなって、あれと思って、なんかおかしいなと思って、この時にあれちょっと00系の詰まりだけじゃないんだろうなって思ってる感じですね。まあそういう時のためにやっぱ空バケツを下に用意しておいてあげると、こうやって水が溜まってあげてっていう感じですね。爪楊枝はねさっきの蛇腹ホースから出てきたやつなんだけど、イチョウはどこから入ってきた？イチョウはね関係ないので、カメラで缶の中見ていきます。これ台所の排水管ですね。で入れてってあげて、でこれがここの建物の基礎の下、じゃあ基礎の上の配管になるんですけども、これを曲がるとこれは全部油ですね。カメラみたいですね。そうなんですよ結構ペラペラな汚れかなと思ったんですけど、予想外にはい油がいらっしゃるんでちょっとこれからこれらをちょっと取るような作業をやっていきますね。ちょっと予想外しましたね。結構デロデロ系ですぐ終わるかなと思ったんですけど、白いのがバッて出てくる感じ。出てくるんですけど、ちょっと回収が難しそうなので、どこまで回収できるかっていうところではあるんですけど、ちょっとできる限りやってみますね。先ほどもねちょっと言ったんですけどね、久々にちょっと予想外したなと思って、自分まだまだだなーなんて思いつつも、油たちはねもうすでに剥がれてくれてるっぽいんで、一部五輪でまあゆっくり油を削ったり動かせば、まあすんなり流れてくれるんじゃないかなと思ってやってますね。でさっきからなんかこうちょこちょこ花がねシンクの下を潜ってなんか覗いたりしてるんですけど、特に深い意味はないので気にしないでください。油の位置はあらかた分かってるんで、結構その辺を重点的にこうグリグリやったり、ちょっとワイヤー引き戻してみたりして、油に対して高圧洗浄の水をアプローチし続けてるって感じですね。これで油落ちたと思ってこうまた水をぐわーっと入れてあげて、また覗いてますね。気にしないでください。あとは水の勢いで外まで油を押し流してるって感じですね。その後カメラでちょっと今見ているんですけど、ワイヤーがいる状態で見るとまだねでっかい油が停滞しちゃってるんで、わーどうしようかな、トーラー入れようかな、フレックスシャフト入れようかなって考えちゃってる感じですね。まあここでちょっと花の悪あがきですよね。ワイヤーでコツンコツンコツンってちょっと油こづいてみてる感じですよね。うりゃ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 悪あがき大成功。俺もねなんかこれ初めてカメラを見ながらやってみたからちょっとびっくりしたんですよね。カメラがなきゃちょっとできない芸当でしたね。やっぱこう回収するポイントがちょっと難しくて、全部が全部は回収できなかったんですけども、まあこういったのがちらほらいて、多分こういうのがじゃあその缶の中に詰まってたってことなんですか？そうですね、詰まってたのと、あとまあ少なからずデロデロしたやつもいたのかなっていうところです。油ってこんな風になるんですね、固まる。なりますね。これは結構多分年数が経ってる感じかなとは思うんですけども、まあ築20年とかっていう感じであればこのぐらいはまあよくあるじゃあよくあるっていう感じです。じゃあちょっとあと台所復旧して少しトラップ周りも清掃して、最後水の流れを確認できればと思います。台所下復旧させて通水確認して水漏れチェックですね。この時はねまだ水漏れチェックの段階なのでお客様をお呼びしてなくて、あえてこう水を溜めて流してあげることによって排水圧をかけて
としたら一番盛りやすい状況を作ってあげてる感じですね。ため流しが終わった後はちょっとずーっと普通に水を流してあげて、水漏れがないかチェックしてますね。とりあえず漏れはなさそうですね。目視だけじゃなくて触診もしてあげて、水漏れがないかはしっかりチェックしてあげます。じゃあ流してみますね。全然たまらないですね。そうですよね。これが多分一番最初の流れ方だったと思うんですけど、まだでも普通に使ってれば詰まるってことですかね。使い方にもよるのかな。使い方にもよりますけど、20年で初めて予定したぐらいです。やればまあ長持ちしたんじゃないかなっていうぐらいな範囲ではありますね。本当早いやつですと5年とかで、今回みたいな油の質はちょっと違うんですけど、まあ、ゴロゴロした油が出てきて、まあ、その油詰まりで台所が使えなくなっちゃうとかもあったりするので。じゃあしょうがないですね。20年で詰まっちゃうっていうのは。そうですね。ないですし、まあそうですね。むしろ長持ちしてるかなっていう感じではあります。まあ自分で効果ありますか？パイプにしてこまめに流すの。多分やられてました今まで。資本パイプの洗剤、はい月をから買ってきたやつは流してます。そうですよね。ジャバラホースはものすごく綺麗だったので、本当新品同様ぐらい綺麗だったので。だって一回取り替えてるんじゃないかな。そうなんですか。なんか故障して漏れたのかな、水の中で。はいはい。って言っても何年も前とか。まあ5、6年経ってたらもっと汚れててもいいかなとは思うんですけど、本当真っ白な状態だったので。しょっちゅう流してるから評価がされてるのかも。綺麗になってるんだと思うんですよね。なので使い方的には問題ないので、まあ、引き続きそれを使っていただくとまた要望としては効果ありますので、継続してお願いします。ありがとうございます。はい、じゃああと他の水回りやっていっちゃいますね。そういえば最後の最後でちょっとまた発見がありました。どうしよっかなやっぱりね、最初に言ってた高さ調整のマスありましたね。さっきのなんかどうしよっかなっていうのは、こう土を上げる場所がなくてどうしようか、まあけどとりあえず掘ってみてから考えようっていう感じですね。まあこの時助かったのは、まあ、花壇用の土だったので、かなりこうふわふわな土なので、ちょっとパンパンやりつつ体積を小さくしたって感じですね。そうですそうです。ここに出てきて、一番最初見たのがここで、その後こっちにも排水マスがあるのが分かったので、一応こんな感じで大丈夫ですかね。大丈夫です。すみません。そのうちなんとかするか。ありがとうございます。まあそうですね。場所が分かるに越したことはないので、すみません。じゃあこれはこんな感じで。はい、ありがとうございました。最後にね、油はどんなぐらいな硬さなのかちょっと見てみたいと思います。結構ね、間近で見ると大きかったですね。で、築20年ぐらいっておっしゃってたので、まあそれ相応のなんか年季が入った油かなっていうところですよね。結構ね、見てくれもイボイボしてるので、まあそういったのでこう年季具合をチェックしてますね。最後の最後にすっげえ余談なんですけども、洗面所あるじゃないですか。その下ピートラだったんですよ。戸建てではちょっと珍しくないと思って。終わりです。